こんにちは、粟田洋介です。今日は平塗りをムラなく綺麗に塗る方法を紹介したいと思います。平塗りっていうのは一色の色をムラなく塗る方法で、例えばちょっとこれ書きかけなんですけど、この部分とかかなりムラがありますよね。それに対して平塗りっていうのは、例えばこの絵とかは平塗りで描いたものです。影がなく真っ平らな感じがしますよね。そんなに綺麗に塗ることにこだわらなかったので、ところどころムラがありますが、こういった平塗りを綺麗に塗る方法を紹介したいと思います。簡単な絵を描きながら平塗りで綺麗に塗る方法をお見せしたいと思うんですが、先日ちょっとメモを取りながら紙の端っこにこんな落書きをしました。これはうちの猫の絵でもうぐちゃぐちゃなんですけど、ちょっと私はこの形面白いなと思って、今日はこんな感じの絵を綺麗な平塗りで描いていきたいと思います。私はこの形面白いと思うんですけど、なんだかわけがわからないと思う人もたくさんいらっしゃると思います。でも平塗りで描いてみたら、ちょっとこの形っていうのがただ線で描いてあるのと違って、色を塗って仕上げるっていう効果についてもご覧いただけると思います。好き嫌いがあるので、どんな風に仕上げようが全然良くない、面白くないと思う方もいらっしゃるということはもう避けようがないことなんですが、私は全ての人に好かれようと思ってないので別にいいんです。そんなことよりも平塗りをやっていきます。まずはバックグラウンドを塗っていくんですが、さっきの猫の絵の形をこうやって縁取りして周りにバックグラウンドの色を塗っていきます。ちょっとターコイスみたいな色を作ります。これは学校で教わったことなんですけど、特に平塗りで色を塗るときは、チューブから出てきた絵の具の色をそのまま使わないということです。なぜなら、これはプライマリーシアンなんですけど、平塗りで塗った色を見てわかる人は、これはプライマリーシアンだっていうことがわかります。それの何がいけないんだって思う方もいらっしゃるかもしれませんが、それによって見る人によっては作品の価値が下がってしまうからです。今回私はフタログリーンとプライマリーシアンを混ぜていきます。そして綺麗に平塗りする時のもう一つのポイントは、こうやってよーく色を混ぜ、ムラなく混ぜます。ここでムラがあると塗っている時にもムラができてしまいます。そしてもう一つのポイントは、ちょっとだけ白を入れます。この濃い色に保ちたい場合も、ほんのちょっとだけ白を混ぜると色が透けないでムラなく塗れます。でももっと薄い色が作りたいので、もうちょっと白を入れます。これをムラなくよーく混ぜていきます。そして必要な場合は水を入れるんですが、この水の量はとても大事で、あまり水を入れすぎてしまうと地が透けてしまいます。そしてこの水の量は何対何とかって聞かれることがあるんですが、その何対何って数字じゃなくて、ちょっとトロトロな感じ、こんな感じですね。絵の具の色が何対何って私が数字で言いたくない理由は、私が大雑把な性格で数字を答えるのが苦手だっていうこともあるんですけど、それだけではなくて、絵の具のメーカーとかその商品によって絵の具に含まれる顔料の量が違います。なので、ある絵の具はある程度水を入れても濃く塗れるのに対して、また別の絵の具だと水をちょっとでも入れるともう薄くてムラなく塗るっていうことができなくなります。大概安い絵の具っていうのは顔料の量が少ないので、水の量は少なめ、もしくは入れないぐらいじゃないと下地が透けちゃうような薄い色素になってしまいますが、ある程度値段がする絵の具とか高級な絵の具だったら顔料が多く含まれているので、ある程度水を足してもムラなく綺麗に塗ることができます。あとは色の種類によっても下の色とかが透けてムラなく塗りづらい色素っていうのがあります。そういった時はさっきもお話ししたように少しだけ白を足すことによって下地が透けづらくなります。というわけで今度は今作った色を塗っていきます。私はこういった平筆を使うのが好きです。平筆ですね。それでちょっと水をつけて、こんな感じで筆に絵の具をつけます。そしてキャンバスに塗ります。ちょっと絵を描くんですが、もう結構雑に描きます。
ドバッとつけて伸ばします。絵の具がこうやって盛り上がっている部分を平らにしていきます。最初にムラなく色を作っているので、ムラなく綺麗に塗れています。しかし絵の具が乾くとムラになってしまっている場合が結構あります。ちょっと周りを塗っていきますが、この子がさっきのモデルです。もうちょっと水をつけよう。乾いてきちゃった。これだけ水をつけるとムラになるんですが、もう1回でムラなく塗るっていうのはかなり難しいので、多分2度塗りもしくは3度塗りしなければならない場合もあります。モデルの猫です。今こんな感じでムラがあるように見えないんですが、乾くとムラが出てきます。でちょっと乾いたらもう一コート塗っていこうと思います。ところどころというか全体的にムラがあるのがわかるでしょうか。この色は結構ムラなく塗りやすい色なんですけど、赤とか黄色とかは結構ムラになりやすい色ですね。あとは絵の具によってはわざと透けるような色っていうのもあるので、平塗りがしたい場合は透けるタイプじゃない色を選ぶことをお勧めします。それからさっきこの白を混ぜると塗った下地の色が透けにくくなるっていう話をしたんですけど、この白もいろんな種類があって、私は全ての白の色っていうのを知らないんですが、このチタニウムホワイトっていうのは透けづらい白です。それに対して今私持ってないんですけど、ジンクホワイトっていうのがあって、それは透ける白なので平塗りにはおすすめできません。ただ透けた方がいい描き方もあるので、そういった色があるんですね。色が乾いちゃったので新しい色を作っていきますが、もう一度同じ色ですね作っていきますが、全く同じ色を作るっていうのはとても難しいです。ですがこれは重ね塗りなので全く同じ色を作る必要はないんですね。似たような色を作ります。このシアンとグリーンはだいたい同じぐらいの量で、白をどのぐらい入れたんだろう。こんな感じかな。でもこのアクリル絵の具が乾くと色が濃くなるので、ちょっと薄めの色を作っとくと大体同じ色になります。ちょっと薄いぐらいだよな。まあ同じじゃなくてもいいからこのぐらいでいいや。それでさっきちょっと足りなかったんです。ギリギリだったので、もうちょっと量を作っとこう。ちょっと多めに作っといた方が、後で足りなくなって部分的に同じ色を作ろうとすると、それはかなり難しいので、最初にちょっと多めに作ります。でも1回目のコートよりも2回目のコートの方が少なめで済むことがほとんどなんですよね。なぜなら上から重ね塗りなので、下にすでに同じ色が塗ってあるので、色が乗りやすいってわけですね。さっきよりももうちょっと大きい筆を使います。少し水をつけて、これはどうやって塗ってもいいんですけど、私は周りからちょっと大雑把に塗って、こんな感じで結構ベトっと塗っています。きたね毛がついちゃう。ちょっと大雑把に塗って、今度は小さめの筆で塗っていきます。ドバッとつけると盛り上がっちゃうので、少し少なめに塗ります。ベトってこうやって盛り上がっちゃうので平らにして、普段こんな私は綺麗になぞらないでもう上から重ねて描いていっちゃうんですけど、今日はこういった内容の動画なのでちょっと丁寧になぞります。こんな感じでいいかな。この色多めに作ったんですけど、なんかギリギリになりそう。こんな感じで絵の具が乾きましたが、結構ムラなく綺麗に塗れています。さっきの塗り方見ていただいて、筆についた絵の具の感じとかで、絵の具の硬さとか濃さっていうのもなんとなく分かっていただけたんじゃないかと思いますが、結構やっているうちになんとなく感覚で分かるようになると思います。これは結構白がいっぱい混ざった色なので、2コートでムラなく塗れましたが、その色とか
薄め方とか、薄すぎたりとか、顔料の少ない絵の具で透けやすい色とかで塗ると、何コートも何コートも塗っても結構難しい場合もあります。そういった場合、私は同じ色にもっと白を混ぜて下塗りをして、例えばこれはターコイスなんですけど、このターコイスにもっと白を混ぜて薄い色を作るんですね。それで下地を塗ると、次に塗るときは白を少なくして、それで塗ります。同じ色素なものですから、ムラになりづらいわけです。でもその白の量、明暗が明るい暗いっていうのが差がありすぎると白っぽいのが透けたりするので、1コート目に薄い色で塗ったら2コート目でもうちょっと濃い色にして、3コート目にもっと使いたい濃い色、例えば濃い色が使いたかったら1コート目に薄い色にして、それで2コート目もうちょっと濃くして、3コート目に使いたいその濃い色で塗ったりすると結構ムラなく塗れたりします。3コートその塗りたい色で塗ってもちょっとムラになってたら、4コート目でまた同じ使いたい色で塗っていくとムラがかなり少なくなると思います。それでこの塗り方もこういうペンキを塗る職人さんなんかに見せたら、随分汚い塗り方だねって言われます。そこまでこだわる方はもっと丁寧に塗ってください。しかし私は絵画なんだからこのぐらい塗れてればいいと思っています。次は違う色を作って塗っていきます。作品の見栄えを良くするためには最後の仕上げが重要になってきます。そして色の塗り方が洗練されていると作品がプロフェッショナルな見た目に仕上がります。そして平塗りっていうのは結構簡単で、その平塗りが綺麗にできるとプロフェッショナルな仕上げの近道となります。ただそのプロフェッショナルに見せるとか、平塗りがその近道の一つだとかっていうのは私が個人的に思うことで、そうじゃないと思う方もいらっしゃると思うし、平塗りっていうのは手段の一つに過ぎなくて、他にもたくさんいい方法があると思っています。そういったことについては最後にちょっとだけお話ししたいと思います。次はこの子の頭の部分ですね。この色にマジェンタをちょっと入れて、白を入れて、これだとピンクみたいになっちゃうな。もっとこれを入れよう。この色、この色。ここに白をもうちょっと混ぜて。濃い色を取っておいて、白を混ぜます。ちょっとだけ水を入れて、絵の具が乾く前にどんどん重ねていったら、どんどん汚くなっていきます。平らな感じの色をきれいに重ねて塗るときは、乾いた絵の具の上から塗らないと汚くなります。今絵の具がまた乾いているので、目のあたりを仕上げていきます。こういうグリーンと明るい黄色を入れて、白を混ぜます。白をもうちょっと多めに入れよう。ドバッとつけて、遠いやん、こっちに伸ばす。今使っているクロムオキサイドグリーンっていうのとカドミウムイエローライトっていう色は結構塗りつぶしがしやすい色です。その2つと白を混ぜているので塗りつぶしがすごくしやすいです。ただセカンドコートは必要かもしれないですね。これもうちょっと目大きくした方がバランスいいな。こんな感じかな。あまりムラがないんですが、もう1コート塗っていきます。細い線を引くときはちょっと水を多めに混ぜて絵の具の伸びを良くします。最後は目の瞳孔とひげを描いていきます。この絵で一番色が濃いのはこの目の縁の部分です。目の瞳孔とこの縁の色の濃さなんですが、目の瞳孔をこの縁よりも濃い色にしてしまうとちょっと浮くと思うので、目の瞳孔と目の縁のトーンをだいたい同じにしたいと思います。これでいいや。この色じゃないな。口を大きくしよう。ひげがちょっと下がりすぎなので、口
一度長くするとバランスが取れるかな。目にもセカンドコートをやって、こんな感じに仕上がりました。さっきの落書きした絵と比べるとなんか全然違くなってしまいましたが、塗り方一つで見栄えがかなり違くなると思います。もしこれが色のついてない線で描いてあるのと、色がこういう風に塗ってあるのとでは見栄えがかなり違うと思います。平塗りはデジタルでやると簡単に塗りつぶしができるんですが、アナログでの平塗りはこういう感じでやると結構綺麗に塗れますので、よかったら参考にしてみてください。それで最初にプロっぽく見せる近道っていう話をしたんですが、私が学生の時にこの平塗りのテクニックで絵を描いているイラストレーターの絵を見ました。そしてこのテクニックを使えば私の絵ももっとプロフェッショナルに見える。そう思って平塗りで絵を描き始めたんですが、今の私はその平塗りっていうのを取り入れながらまた違う塗り方をしたり、私らしい描き方っていうのを考え出して絵を描いています。仕上げを良くする、プロっぽく見えるようにする近道っていうのがもしあるとしたら、平塗りっていうのも、そのプロフェッショナルな仕上げに見せていく近道の一つだと私は思います。なので、平塗りっていうのは一つの手段で、その平塗りでどういう風に表現するか、もしくは平塗りを使って、そこにまた違うテクニックを組み合わせていくか、もしくは平塗りなんて自分に合わない。だから平塗りを使うっていうのは何かを表現する選択肢から除外する、それでもいいと思います。ただ自分に合わないっていうことを分かるのはやってみたから分かるわけですよね。近道をしたからって長い道は続くし、遠回りしたからってその遠回りによってたくさんのものが得られたりするので、どっちでもいいんじゃないかと思います。というわけで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方は、いいねやチャンネル登録、それから動画の感想などもコメントでいただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。